どうもこんにちは。今回は村の解体作業をやっていきますよ。いきなり乱暴なことをしますね。村人の居住空間は消滅するのか。何か勘違いしているようだけど村人には何もしないわ。じゃあ何をするんだ？今からやるのは村人を移送する計画の準備です。どこか違う土地に引っ越しさせるんですか？そうそんな感じ。ここだっていい立地してるのになぜ移送するのか。それにはちゃんとした理由がありますからね。じゃあどんな理由なのか聞いてみましょう。まずこの村は景観がよろしくありません。なんで、こんなにいい景色が見られるのに。それはこの村から見える景色の話。外からこの村を見た景色はあまり良くないのですよ。そんなに悪いんですかね？そうなんですよ。ということでこれから村を解体していきます。ではまずは村の柵から解体していきますよ。家畜がどんどん逃げていく。この村の大切な所有物なのに。家畜なんてまたその辺の動物を連れてくれば問題ないわ。野生動物は変なばい菌とか入ってるからまずいですよ。マイクラにそんな要素はありません。よかったらウイルスモッドでも追加する？それはやめておいた方がいいぜ。それでなんでまずは柵から解体するんだ？この柵は贅沢に原木を使っているからですね。そのおかげで一括破壊モッドで壊せるからですか？それもあるけどちょっと違うわ。じゃあどんな理由なんだ？まず私はこの原木を材料に村人収容施設を作ります。そして、その後に建物を解体するんですよ。あ、ちゃんと順番を決めてやる感じなのか。マイクラの村人というのは非常に扱いにくい動物。動物言うな。なので移動させるときはきちんと計画を立てる必要があるんですね。そんなことしなくても適当にやればいいんじゃないの？なんかそれは危なそうだからやめておくわ。今回はかなり慎重に進めるんだな。ということでここからは収容施設を作ります。この村の一部を整地して作るのね。収容施設はどんな感じにするんだ？どうせ後で解体するから適当に作るわ。柵で囲っておけばいいでしょ。それは雑すぎないか。もはや家畜の扱い。じゃあ木の床くらいは作ってあげましょう。せめて床くらいは欲しいぜ。床ができたら次はここにベッドを置いていきますよ。これで村人は勝手にここに来てくれるな。待ってこれじゃ逃げられちゃう。柵とベッドは隙間を空けないとね。そこは柵を2段にして解決するぜ。あら賢い。これくらい常識だ。あとは食用ブロックを置けば完璧ね。ここの人は全員死処にさせるんですか？欲しいエンチャントの本はまだまだありますからね。防具のエンチャントはまだ揃ってなかったしな。あと屋根も作ってあげましょうよ。別に屋根はなくてもいいと思うけど、雷が落ちたら面倒なことになるぞ。あ、そうだった。じゃあ作ります。さて次はいよいよ村の解体をしていきます。これにて村は完全消滅だな。ところでさっき言っていた村の景観なんですけど、景観が良くないってどういうことですか？それはこの景色の通り、雪山に村がある感じが良くないのよ。そういうもんなのか。せっかくの綺麗な雪山の景色が村のせいで台無しなんですよね。私はそうは思わないけど。一体なんで台無しなんですか？それは斜面に生成されているからよ。なんで斜面が良くないの？ではこの村を見てください。斜面に生成されたせいで地形がボコボコになってますよ。ああもしかして、斜面に生成されると建物の下に影ができるのが良くないのか。そうなんですよ。建物の下まで埋めてくれればいいのになぜか下に空間ができる。これのせいで山がボコボコになってしまいます。だから景観のために村を解体するんですか？そうですよ。今回は建物だけ壊したけど、後で地形の方も綺麗にしていくわ。ということで、村の解体作業と村人収容は完了しました。あ、ちゃんと屋根がつきましたね。そういえばこの人どうしましょうかね。ああ、この村にはニートがいたのか。とりあえずこのままで良いと思いますよ。いつかニート専用の村を作ってそこに連れて行くのはどうだ？何その村？ニートだけ住む村を作るんだ。働く人が誰もいなくても村は滅びないのか実験してみるんだぜ。これまた変なこと思いつきますね。じゃあそれは後でやるってことにするわ。それじゃ村はこの辺にして次の作業に入ります。ということでここからは、建築作業になりますよ。建築って何を作っていくんだ？今回はですね、ここから仮拠点まで続く道を作ります。それは建築というより土木じゃないでしょうか。私が建築といえば建築なのです。なんだその意味がわからない理論は。今回は仮拠点から木こり拠点まで結ぶ道を作っていきますよ。あそこのポツンと一軒家まで作るってことでしょうか。そうです。なのでまずは道の下書きをしましょう。映像を見る感じもう道はできてるようだけど、こんな適当な道なわけがありません。下書きということは、この後にちゃんとした道を作るってことですか？もちろん、ちゃんとした道を作ることが街づくりの第一歩よ。じゃあ頑張って下書きしましょうか。だいたいこんな感じで下書きのルートができましたよ。よし、そしたらルートに被る木を伐採していくわ。
伐採しないと歩きにくいからな。森を切り開く感じにしてくのか。そうですね。でも伐採する木は最小限にしておきましょう。それはなぜ？もちろん景観のため、もともと獣道だったところを歩く人が増えて綺麗な道になった、という設定にするからね。あくまでそういう設定。この道はやらせによって出来上がった道。そういうことは言わないでおくの。それじゃ木の伐採ができたから、前に作ったホラーな拠点から道を伸ばしていくぜ。とりあえず幅は3マス。この辺りの地域の道は3マス幅で作っていくわ。なぜ2マスでも4マスでもなく3マスなんですか？まず幅が奇数であることが重要。奇数であること。これにより装飾がやりやすくなります。真ん中に飾りを入れるみたいな感じだな。そして3マスは広すぎず狭すぎずちょうど良い幅。そういうもんなんですね。村の道だって3マスですからね。言われてみればそうだな。これはつまり3マスがマイクラの道の標準規格ってことよ。そんな話聞いたことがないです。だって今考えましたからね。なんだそれ。ということでこんな調子で3マスの道を延伸させましょう。地形に合わせて道を曲げたり、場合によっては整地したりするぜ。これを村まで続けていくんですね。そしていずれは1万ブロック。一体何年かかるんでしょうかね。それまでこの動画、そしてチャンネルが残っているのかも気になるところ。そんな話はするな。そんな話をしていたらとりあえず3マス幅の道は出来上がりました。もう出来上がったんですね。これは地面をシャベルで叩くだけですからね。じゃあこれで道は完成だな。そんなことないわ。もう道として使えそうなのに？これはまだ下書きだからね。そういえばそうだった。ここからは仕上げ作業に入りますよ。ということでこれまでやったのが下書きの作業でした。ここからは何の作業になりますか？ここから始めるのは道を仕上げる作業。なるほど。それでまずは斜面に石垣を作っているのか。これをやるだけで一気に人の手が入った感が出ますからね。そしてその次は道ブロックを削り取っていきます。なんでせっかく作った道を？これにもちゃんとした理由があるわ。へえ、それはどんな理由なの？それは湧き潰しのため、幅を5マスにした道の両端に階段を設置、中央3マスにハーフブロックを置く計画よ。じゃあ結局道幅は5マスに変更になるのか。両端はカウントしないので3マスです。階段を置くなら4マス幅になりそうですけどね。いいえ3マスです。じゃあ3マスってことにしましょう。こうやって階段になる部分も同じように両端に設置していくわ。ちなみに素材は安山岩を使いました。そうなんですね。ところで中央部分はどうなるのかな？道の中央部分はまた違った素材にしますよ。それでは連射クリックとスタックモッドの力を借りて大量の水入り瓶を用意します。なんだそのモッドは。あ、もしかしてどんなアイテムでも64個持てるようになるってことかな？その通り、マイクラの水入り瓶はなぜか1個ずつしか持てないから、そこをモッドで解決するのです。なんとなく予想ついたけど、水入り瓶ってことは泥を作るのか。今回素材をいろいろ考えた結果、泥で道を作ってみることにしてみたのですよ。土ブロックに水をかけると泥になるから、それを利用して泥を作るんだぜ。でもなんで泥なんですか？他にもいろんな素材がありそうだけど。それは単純に泥を使ってみたかったからですね。アップデで追加されてから全然触れてませんでしたから。なんだそんな理由か。まあ、これが後々公開することになったんですけどね。それはどういうことなんでしょうかね。それじゃこのかき集めた泥と小麦を混ぜて、固めた泥にしましょう。こんなんで泥って固まるんだな。食べ物を泥にするなんてもったいないと思うんですけど。確かに、言われてみればそうね。まあ本当なら小麦粉を絞り取った藁を混ぜるんだろうけど、ここはマイクラの世界だからしょうがないってことで。ではこの食べ物の怨念が詰まった泥を道に敷いていきましょう。完全に呪いの道じゃないですか。きっと行き先はあの世だな。そんな物騒な道じゃないわ。こんな道をあの世まで敷かれても困りますよ。それではあの世に行けなかったモンスター避けのために柵を作りましょう。柵に使うのは頭皮の木材だな。こんな柵で大丈夫なんですか？基本的に夜は問題ないわ。危ない要素はしっかり取り除く感じですね。そしてこの柵を付け終わったら道は完成です。じゃあ完成までカットですね。それでは完成をどうぞ。ということで、こちらが完成したものになります。これが道なんでしょうか？まずはこのポツンと一軒家から、村人の転落事故を防ぐ策をつけましたよ。ようやくつけたのか。策がないせいで修繕の本オールス書が消えましたからね。それはお疲れ様でした。それじゃここから今回作った道のスタートだな。まずはこの階段を降りて植林場まで行きましょう。これで行き来がだいぶ楽になりましたね。ここから植林場、左に行けば仮拠点に行けるわ。植林場は特に大きな変化はないな。そこは後でなんとかするってことで。では次は仮拠点に行ってみましょうか。ここをまっすぐ行けば仮拠点に行けるわ。右の石レンガの物体は何なんだ？あれは丸石製造機でございます。そんなに使ってないでございます。じゃあ壊しましょう。それはいつかやりますね。それはずっとやらないやつ。今は道を歩くので後でやります。ということでここから山を下っていくルートになります。かなりくねくねした道になったな。このくねくねがいいんですよ。まっすぐ作っても変ですしね。そしてこのくねくねした道を降りると、そこには畑があります。
この畑にもくねくねが出現するってことですね。ガチで危ない方のくねくねじゃないか。そんなのは多分出ないと思うから安心してね。そして畑を過ぎるとこの仮拠点に繋がるというわけです。ここで前回の家に来るのか。ここで道が分かれるんですね。分岐を左に行くと2階建ての家に行くことができます。ベランダから山が見えるように作ったところだぜ。これで仮拠点までの道は完璧ですね。じゃあもう一つの方のルートは？ここを通ると最初のホラーなハウスに繋がるわ。あのホラーな倉庫みたいなところか。この森を抜けていく感じ、いいですね。こんな感じで森を抜けると、開けた景色と仮拠点に出られます。ここも結構整地した感じなんだな。頑張りましたからね。全部泥ブロックになってる。このために大量の小麦を栽培して時間だけめっちゃかかったわ。やらなければよかったですね。後悔ってそういうことか。そういうことです。ということで今回は、村の解体と道の整備をしました。これにより拠点間の移動が短縮できそうですね。時間は大事だからな。効率よく作業するためにも。それでは次回は資材集めと土地探しをします。土地探しってどういうことですか？ワールド探索ですね。なるほどそういうこと。なので今回はここまで。それではさようなら。また見てね。